19解けない謎。アサフの心は常に暗黒に閉ざされていた。しかしイエスとの出会いによって大きな光明が差し込んできた。日の出、日没、星の輝きなどが全く新しい希望となった。山からカイザリアに向かって吹き荒れる嵐も肌に優しく感じられた。知恵と霊力にあふれているイエスと一緒にいるだけで長い間の苦労も吹き飛んでしまうのである。アサフの恐怖や苦痛は傷跡のかさぶたが剥がれるように消えていった。彼はもう主人の暴力の前で怯えなかった。毅然とした態度で主人と対面するようになったので、主人のヤコブも暴力を振るわなくなった。イエスの面前では体裁を作っていた。モーセの戒律をよく守り、律法学者やパリサイ人に献金し、正しい生活を送っていると大ボラを吹いていた。ヤコブは長い間の経験からずるいことを考えていた。一つ、この誠実の塊のような男を使えば、店の信用も高まり、第一安心して商用の旅に出かけられると考えた。この目的を果たすために、ヤコブはイエスに過酷な仕事を与えず、しばらく気ままに暮らすように進めた。イエスにとって、ローマが直接統治する町で暮らすのは、全く初めてのことであった。イエスは町中を歩いて知ったことは、金持ちは豪華な邸宅に住み、盲目の小敷は汚い裏通りに寝そべっていて、飢えのために骸骨のようになっていたことである。彼はまた、主人に鞭打たれ、手足の利かなくなってしまった多くの奴隷が、街角に捨てられ、物乞いをしたり、行き倒れになって死んでいるのを見た。街のあちこちで、奴隷が鞭打たれる悲鳴が聞こえていた。たまらない気持ちでそこを通り抜け、立派な道路に出ると、ローマ人が神と崇めるシーザのために建てられた神殿があった。その周りに異教徒たちの神々の像が祀られていた。イエスはその外観はともかくとして、その像からは何の内面的恩寵を感ずることはできなかった。むしろローマ人の利益だけを考えて、支配下にある民衆には過酷な法を強制し、残酷極まる扱いをしていた異邦人に強烈な反感を抱いた。それでイエスは、この時から異邦人を相手にしないことを決心し、もしも証明を受けたら、神の良き訪れをユダヤ人だけに伝えようと思った。街のあらゆる光景を目の当たりにしたイエスは、アサフにつぶやいた。私の親友ヘリという人がこんなことを言っていたよ。町というところは毒蛇やヒキガエルの巣窟だ。そこには一片の憐れみも一縷の望みもない。束の間の喜びと底なしの絶望があるだけだとね。もうかれこれ7年ほど前に教えてくれた言葉なんだ。今その意味がようやく分かったような気がするよ。アサフはイエスの裾をつかみ、足元にひれ伏した。アサフは一言も口が聞けなかったので、イエスは彼を抱き起こし、一枚の柿板を手渡した。アサフはもだえるように文字を書いた。ご主人様、どうか私を置いていかないでください。そんなことをなされば私は自殺いたします。この町には暗黒と死だけしかありません。どうか私をあなたの奴隷として連れて行ってください。奴隷は良くない。私の弟子としてついてくるなら、決して重い荷物を負わせるようなことはしない。でも今の私は一人で旅をしたいのだ。アサフよ、今は何の約束もできないよ。イエスは辛そうに言った。アサフは苦しそうなうめき声を上げたが、これ以上イエスに迫るようなことはしなかった。イエスが言い終わらないうちに、主人が律法学者とパリサイ人を連れて家に入ってきた。ヤコブはお客に食事を用意するように命じた。パリサイ人はでっぷりと油ぎっており、律法学者は小柄であった。イエスは客のために接待した。彼らはたらふく食べたり飲んだりした。彼らの話は霊的なことではなく、もっぱら商売のことをひそひそと話し合っていた。律法学者は、ヤコブから金を借りている信者からすぐ返すように取り立ててやると話していた。またパリサイ人は、ヤコブがどんなに立派な人物であるかとお世辞を言い、多くの取引ができるようにしてやると約束した。ヤコブはとても上機嫌だった。彼は二人のため、特別な贈り物を手渡してからイエスを呼び出した。上着だけは立派なものを身につけていたので二人の客は丁寧に挨拶をした。そこでパリサイ人は律法学者のことをおだて上げた。彼はのう、知識の水がこんこんと湧き出る方じゃ。一滴も無駄なものはないのじゃよ。それから今度は、律法学者がパリサイ人のことを褒めそやした。
彼は何しろエホバの神に祝福されている御人でな。天使たちまでも褒めたたえるのじゃ。客の足元にいるイエスは黙って歯の浮くようなお世辞を聞いていた。調子に乗った律法学者がイエスに言った。そこの若い方よ。わしらに気兼ねなどするでない。何でも質問するがよい。先生方、一つだけどうしても解けない謎があるのです。どうして時々悪人が善を行い、聖人が罪を犯すのでしょうか。律法学者は妙な質問に顔をしかめながら、それは全く無知のなせる技であると答えた。イエスは続けて言った。私は本当にあったことをお話しいたしましょう。ある村に農夫の家族が住んでおりました。妻と7人の子供が幸せに暮らしていました。ある年に凶作に見舞われて、その辺りは何一つ収穫がありませんでした。その農夫は病気になり、家には食べるものが全然ありませんでした。子供たちは今にも飢えて死にそうになりました。農夫は妻と相談し、金持ちで立派な人だと言われているパリサイ人の家に行けば、きっと憐れんでもらえるだろうと話し合いました。しかしこのパリサイ人は何一つ与えず、こう言いました。豊作の時にたらふく食べて、食物を粗末にした罰が当たったのじゃ。愚か者は皆こんな目に遭えばよいのじゃ。エホバの神はすべてお見通しじゃ。せいぜいお前たちのために神に取りなす祈りでもしてやるからな。哀れな農夫と妻は空手で金持ちのパリサイ人の家の門から帰っていきました。それから賢人として知られている律法学者のところに行きました。きっと妙案を出してくれるに違いない。そうすれば子供たちは死なずに済むかもしれないと思ったのです。この律法学者はなかなかの暮らしをしておりました。ところがこの律法学者も一粒の麦さえも与えてくれませんでした。しかも彼の与えた妙案とは、豊作の時がやってくるまで辛抱強く待てばよいということでありました。農夫は叫びました。今食べるものがなければ豊作の年が来る前に死んでしまいます。律法学者は神の慈悲を疑う奴はけしからんと言って戸をピシャリと閉めてしまいました。仕方なしに彼らは一軒の貧しい売春婦の家に行きました。彼女は彼らの実情を聞いて気の毒に思い、5つのパンとヤギの乳を与えました。その後も穀物や油なども与えたので、一家は何とか生き延びることができました。そしてついに飢饉が去りました。イエスはここでしばらく沈黙し、彼らに尋ねた。この3人のうちで誰が神に愛されるでしょうか。知識の水がこんこんと湧き出る律法学者でしょうか。それとも天使たちから褒めたたえられるパリサイ人でしょうか。罪を犯していても、飢えに苦しんでいた人々を憐れみ、隣人を救った売春婦でしょうか。しばらくの間、ヤコブの客2人は何も答えなかった。煮えくり返るような怒りを感じても、返す言葉が全く見つからなかったからである。ついにパリサイ人がヤコブに向き直って言った。このお方はどこからおいでになったのじゃ。ナザレからです。ああ、悪名高いナザレかね。と律法学者はつぶやいた。パリサイ人は続けて言った。して彼の父は兄の手紙によりますと大工であるとか申しています。いやしい職業だ。と律法学者がつぶやいた。イエスは彼らに言った。